皆さんこんにちは。今日はですね、僕の、所有している数少ないエフェクターの中のね一つに、これはなんだかんだ使ってるなっていうね、エフェクターがあるんですよ。でそれをねちょっと紹介しようかなと思ってるんですけど、このエフェクターは、初心者の方から本当にこうライブとかねしたりとかするようになった中級者の方とか、もういろんなところでいろんな難しい曲を弾いてるようなねこうプロの、方まで多分みんな割とその使えるエフェクターなんじゃないかなと思うんで、ちょっと紹介しようかなと思います。そのエフェクターがですねこいつ、ズームのマルチストンプなんですけど、今更かいっていう感じだと思うんですけど、僕ねこれ本当何年前ぐらいかな、56年以上は経つのかな、前に誕生日プレゼントにね、ギタリストの友達がもらったんですよ。で直人が絶対買わんやろうなっていうやつをプレゼントするっていうのでこれもらって、で俺多分これ使わんなとかって思ったんですけど、でもなんかこう申し訳ないし家でいろいろね遊んだりとかしてたらね意外とすごいなんか面白くて、でなんだかんだ今でももう56年以上経つと思うんですけど、こうエフェクターのボードの中に入ってることも多いし、もうなんならこれね僕は本当ミニマリストなんで荷物をすごい少なくしたい時とかもうこれ1個だけ持って行ったりとかするようなシチュエーションもねめちゃくちゃ多いんですよ。で今日はなんて言うんだろう、操作の仕方とかね僕も本当多分正直20%ぐらいしか使いこなせてないんで、操作の仕方というよりも、自分が使ってるこれめっちゃいいと思うね音色だったりとか、どういうシチュエーションの時にねこれを使えばいいかとか、どういう人にねこれ向いてるのかなとかね、そういうのをね、ちょっと動画に撮ってみようかなと思います。なんかもう前回の動画で、良いお年をとかね言ったんですけど、ちょっと急遽この動画を撮りたくなったんでね、撮ろうと思いますんで、お付き合いください。よろしく。なんかねまずね多分一番は本当に初心者の方というかベース始めたばっかしの方に、なんかエフェクターってねどんなものどういうのか分かんないっていう人にすごく俺はこれいいと思うんですよ。本当にいろんなジャンルやっていろんな現場でベースをプレイするっていう人にももちろんねもうすごく対応力があるなんかマルチだと思うんでいいんですけど、例えばねコンプとかあんまりこう分かんないじゃないですか。コンプレッサーどういう音するのかなとか、例えば、オクターバーとかどういう音するのかなとか、フランジャーとかもういっぱいあるんですよ。なんかこう歪みもねディストーションとオーバードライブあるけどどんな違いがあるのかなっていう、そういうのをなんか一個一個ね単品でエフェクター買わずにここからもう全部入ってるんで、もういろんな音入ってるんで、コンプってこうかけたらこういう風になるんだなとか、フランジャーとかでこういう感じなんやとかね、ノイズゲートってこういう風になんかこうノイズがなくなるんだとか、そういうのがね分かる。もちろんね使える音はめちゃくちゃあるんですけど使えない音も結構あって、だから言ったらねなんか言い方悪いんですけどちょっとお試し版としてもなんかこうこのエフェクターはすごくマルチはねマルチストンプは良くて、で実際そのコンプをコンプって俺必要やなとか思ったらね、例えば自分の好きなコンプを、で実際に実機というか、これも実機ですけどそれをコンプをチョイスして買うとかね。ちなみに僕コンプはこの中の、コンプを使ってて、それも後でねちょっと紹介しようかなと思うんで、なんかそういうエフェクターの効果がねあんまりわからない、もっとなんかいろいろ体験したいけどいっぱいエフェクター可能なっていう初心者の方にもすごく使えると思うし、あんまりこうバーってねすごい僕も足元並べるタイプじゃないんで、なんかこうそんなねコンパクトが好きな人にもすごく向いてる、のかなと思います。でこれ新しいのがねギターはもう出てるんですよ。で、ベースもね多分出るんじゃないかなって思ってる、出してほしいですけどね、これはもう僕はプレゼントでもらって、でなんだかんだもうめちゃくちゃ元取ってるんで、今度新しいの出たらね自分で買おうかなとかって思ってるんですけど、僕の周りの本当にベーシストもマルチストンプなんだかんだ使ってる人多いし、特にギタリストはかなり、
マルチストンプ入ってるって、ね、いうことが多くて、なんかこう空間系とかですごく使えるみたいですね。ギタリストはこのマルチストンプ空間で使ってる人が多いのかな。でベースはちょっとじゃあ今からね実際に音出しながらこの音いいですとかね、この音こういう時めっちゃ使ってるとか、そういうのをねやってみようかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ電源が入りました。じゃあ僕がよく使っている音、なんかこれいいなって思う音をねちょっと順番に紹介まずはねしていこうかなと思うんですけど、とりあえずねこれ長く踏むと、チューナーになるんですよ。だから何やともあれチューニングからだと思うんでね、チューニングでミュートができてるんで、ミュート付きのチューナーっていうのはやっぱり持ってた方がいいなって思うんで、ただそれだけでね、5、6千ぐらいするし、これでもう半分以上元取れてんじゃないかなって思うんですけど、すごくねそのストロボチューナーみたいに、めちゃくちゃピッチをこだわりたい人には結構ねざっくりしてるんで向いてないと思うんですけど、でもしっかり全然合うし、で5弦ベースのロー B の音もしっかり反応するんで、ベーシスト的にはこのチューナーだけでも使えるし、僕も実際使ってます。じゃあ、まずこれやね、アコースティックアンプシミュレーターもねなんかいろいろな種類入ってて、アンプシミュレーターとこういうアンプのこのヘッドの部分のねシミュレート、もちろんキャビのシミュレートも入ってるんですけど、まずはねこの僕アンプシミュレーターのアコースティックがおおと思ったんですよ。友達にもらってね、使わんやろうなとかって思ってていろいろ見てたらね、あれアコースティックのヘッドが入ってると思って、でアコースティックのねアンプはもう僕は大好きなんですけど、いかんせんでかくて重いし、自分で手に入れようっていう風にねなんなかったんで、なんかプリアンプとか出たらいいのになって思ってた時に、この Zoom のねマルチストンプにこのアコースティック入ってるし、で鳴らしてみたらね実際になんかすごくアコースティックっぽいなっていう、ミドルがねすごく詰まるというか、ローミットがすごく押し出されるんですよね。アコースティックのアンプって速いで、それがね割と再現されてて、で使い道としては僕はねほんと一番なんか卓録とか、例えばこの YouTube でも割と演奏した動画とかなんかこう比較した動画とかもあるんですけど、弦のね結構アップしてるんですけど、その時になんかもう音つくのがめんどくさいなっていう時にね、もうこれを Zoom のマルチストンプアコースティックをもうインターフェースに直で挿してもう撮って、まずわりかしもう音作んなくてもいい音になるんで、それでアップしたりとかして、でそしたらねなんかそういう時に限ってね、なんかこうどういう音作りしてるんですかみたいな、めっちゃいい音ですねみたいなコメントもらってね、いやこれは Zoom のアコースティックのシミュレーターも直で挿してるだけなんですよみたいな返事をね何回かした覚えはありますね。そういう時に限ってすごいいい音ですねって言われる。もう細かく作った音よりもねこういう大雑把にもバンって弾いた方が意外と良かったりするんで、この音ちょっとねじゃあ聞いてみてください。じゃあねまず、まず何もね、かかってない音。わかります？こうすごくこうブンってなるでしょ、かましてないと。そうこれがねすごくアコースティックっぽいなと思って、
でちょっと艶やかにもなるし、これがね僕もうこれでこのマルチストンプにつかまれたんですよ。で割とその卓録で使ったりとか、まあ初めの頃はねなんかこうあんまりこう好きじゃないスタジオのアンプがあった時にねこうリターンに挿してヘッドの音をスルーしてねこのマルチストンプのシミュレーターでをキャビから鳴らしてやったりとかもしてたんですけど、まあ、最近はまあどんなアンプでもなんとかもうやれるようにやろうっていう風になったんで、あんまりこうスタジオでアコースティックのこうあれをかまして使ったりとかないんですけど、本当に卓録だったりとか、いい音が出るんで、さっき言ったようにキャビのねシミュレーターも入ってるんですよ。これ例えば今だったら PT15 インチ一発を鳴らしてるイメージ、これを割となんかいろいろねキャリエンクルーがいっぱい変わりますね、すごい。これがまあオフ15インチがやっぱ好きですね。SWR とかね、もうなんかやっぱすごくやっぱキャラが変わるキャビで、まあこういうのでね遊んで自分のなんか好きな、音探して、卓録で使ったりとか、まあ、練習する時にかましたりね、スタジオでもねもうこれ踏んでやって、好きな音が出るんだったらそれでもいいと思うし、まずじゃあこのアコースティックをね紹介しました。もうこれだけで今日の動画はなんかもう俺はしてやったぞっていう感じなんですけど、まあいっぱいねありますよ。じゃあ次次がね僕はねフィルター系かな。このね A フィルターってやつがなかなか良くて、僕はなんかこうフィルターを持ってなかったんですよね。ただなんかこうフィルターのエフェクター欲しいなと思ってる時にマルチストンプに入ってるしってやったら、まあ、これ結構しばらくこれずっと使ってて、で今はこの MXR のエンペロープフィルターを今気に入って使ってるんですけど、これを買うにあたったのはこの A フィルターを手に入れてフィルターいいなと思ってエンペロープフィルター買ったっていうね。でなんか実際こういうのってスタジオでバンドをやってる人とかだったらどういうセッションかね、今日はどういう曲やるの、初めてやる曲とか例えばまあねいっぱい足元を持っていってやるのもいいと思うんですけど、なんか急にあるじゃないですか、ここなんかフィルターとかかましたらかっこいいんじゃないかなとかって思う時があったりとかすると思うんですけど、そういう時にねフィルターないけどマルチストンプ入ってるなっていうのを出してとりあえず試してみたいな、これめっちゃ合うなみたいな、フィルター合うわっていう風になって、で実際にやっぱこれ使うなと思ったら、僕みたいにこういう風になんか好きな自分のなんかキュートロンとかねいっぱいあると思うんですけど、コンパクト1個買うっていうのもありかなと思います。だからそういうなんか実際演奏しててインスピレーションが湧くことが結構あると思うんですけど、こういう音色にしたいなとかね、そういう時にこのフィルターとか、何でも入ってるんで、もうフィルターだったり、ね、ディレイだったり入ってるし、そういう使い方があるかなっていう感じですね。じゃあちょっとこのフィルターをいいでしょう。こういうこれがねなかなか使える、もうボヤーンってなる感じで、これがいいなと思って、今はこういう、これ今エンペロボスちょっと変えますね。これに今これ鳴らしてます。 MXR のやつ
こういうまあなんか割とね似てますよね。だから僕こういうフィルターのとか好きなんだなと思って、でもなんかえぐみの A フィルターのがあるな、ブーンっていう。そうこれがフィルター、これは割とね、今やっぱ現代のベーシスト多用するんじゃないですかね。まあもともとはその P ファンクとかね70年代とか80年代のこうファンクのベーシストがこうねファンキーにみたいな感じでなんか使ったりとかしてたのかな、なんかそういうイメージがありますけど、フィルターでした。A フィルターおすすめです。じゃあ次なんかちょっと似てるんで、オクターバーとかね。でね、ちなみにですねオクターバーはまあこんなこと言っていいのかわかんないんですけど、なんかこの入ってるやつはね、まあ、ちょっと僕的には使えないっていう、オクターバーどこかな、でもねオクターバーってどういう音っていうのがすごくわかると思うんで、オクターバーどこだ、探すのがなかなか大変ですよね。この辺の操作がもしかしたら次のやつは楽になるのかな。こう踏みつなぎ方とかね、踏み応えとかなんか出なかったら悲しいですけどね。オクターバーでもまあいい感じかな。でちなみに僕はねこっち使ってるんですよ、OC2 ボスの。まあ OC2 には勝てないですね。例えばねなんか3ピーストリオとかやっててギターソロになった瞬間やっぱ薄くなるじゃないですか、ベースだけになってねバッキングが、まあ、そういう時に、ちょっとオクターブかましたりとか、まあ、あとリフとかね、これ今ちょっと OC2 流してるんですけどマルチストンプ、こういうなんかねマイケル・ジャクソンのシンセベースのなんかこうぽい音のフレーズみたいなのとかもできるし、さっき言ったように、オクターブにちょっと歪み足したりとかね、とかっこいい音が出るんで、まあ、こういうオクターブ、このオクターバーもなんかオクターバーの音はしてるんで、ただ僕は OC2 の方が圧倒的にオクターブに関してはね、いい音がするから OC2 使ってるんですけど、実際オクターバーって欲しくなった時にマルチストンプに入ってるんで、
それを取り出して、どんなもんか使えることができるっていうね、感じです。じゃあね、これすごいですよ。もうサンズアンプ、これはね、これも僕実際になんかこう仕事で、この曲はサンズアンプみたいなのが絶対合うだろうなと思った時にね、もう今までサンズアンプってなんか3回ぐらい買って3回ぐらい売ってるんですよ。もうやっぱいらんなと思って。でもね、やっぱ結局サンズアンプって欲しくなるなと思って、でもまた買ってもまた売ることなんじゃないかなと思って、とりあえずズームのサンズアンプ鳴らしてみて、やっぱり使うわと思って、で実際ねサンズアンプこれ今あるんですけど、このマルチストンプのサンズアンプかなりねサンズアンプなんで、ちょっと弾き比べてみましょう。じゃあいきますね。まずこれじゃあ、何もかましてない。すごいでしょ。サンズアンプっぽいですよね。ではこの本物のじゃあサンズアンプ、サンズなんかサンズアンプよりサンズアンプっぽい。そう、これはねサンズアンプはなかなかすごいなと思ったんで、サンズアンプ買わなくていいですね、これあるとっていう感じで、サンズアンプと書いてないんですけどね、ベースドライブって書いてて、きっとサンズアンプのベースドライバー DI のシミュレーターだと思うんですけど、これもいいと思います。じゃあ次ね、歪みでいいのあるんですよ。これチューブスクリーマーかな、これきっとチューブスクリーマーの、シミュレーターだと思うんですけど、なかなかいいですよ。ベースもねやっぱりね歪みって結構必要だったりするんですよね。ソロだったりとかもあるし、普通に割とちょっとサチュレーションかけてね意外と8分弾きの曲とかでもすごくかっこよくなるし、抜けが良くなったりとかするんで、中でこのチューブスクリーマーはきっとギター用の、ね、エフェクターなんですけど、ベースにかけてもなんかチューブの歪みな感じで、いいと思います。で僕はこれでなんかやっぱこういう歪みいいなと思ってヴィンテージマイクロチューブ、今使ってるんですけど、
ヴィンテージマイクロチューブの方がやっぱもうちょっとベースが残ってくれるっていうか、あれですね、本当にベースの点を損なわずに歪んでくれるっていう。こっちのチューブスクリームだともっとなんかやっぱ歪み感が強いというかちょっと腰高になるんですけど、割とベースのエフェクターとしてはすごく、これも使えるかなと思って結構使いましたね。ヴィンテージマイクロチューブ買う前はかなり使ったりとかしました。じゃあね、あと一番僕が使ってる、なんなら今マルチストンプはこれ用にあるっていうね音を紹介しようかなと思うんですけど、これです。この M コンプ、これコンプレッサーなんですけど、僕ねコンプレッサーあんま使わないんですけど普段、割と使ってらっしゃるベーシスト多いと思うんですけど、僕コンプあんま好きじゃなくて、曲中ずっと使うことはまずなくて、やっぱなんかねダイナミックレンジがねすごく制御されちゃうっていうか、ただねなんかスラップの時とかってやっぱコンプ使った方がねかっこいい音するんですよ。個人的にもう本当にかっこいい音がする。なんか音の粒を合わせるっていうよりはなんかすごいかっこいい音がするっていう、そのねかっこいい音がめちゃくちゃ出るですね、この M コンプ。マルチコンプかなこれは。ちょっと一回やってみます。まずコンプかましてない状態じゃないですか。かますとわかります？全然違いますよね。割とバッツンバッツンにねかかってくれるんですよ。なんかこう例えばリアでファンキーにリアでやる人とかはいいかも。僕はあんまりリアで弾かないんで使わないんですけど、とにかくスラップの時は本当にいいと思います。なんかすごい、乗ってきますよね、コンプかけると。そういうね潰れる感となんか伸びる感じとか。これはねベースのスラップの曲とか、に僕はかましてますね。これはもうなんかコンプ買わなくてもこれでいいんじゃないかなと思ってます。そんな感じですかね。全部紹介したかな。コンプとフィルターと、オクターバー、チューブスクリーマー、サンズアンプ、アコースティックのシミュレーターとね、コンプ。これをね僕はね、今でももうこれが手に入れて5、6年経つと思うんですけど、すごく使えてるんで、本当に初心者の方でも、あと、上級者の使ったことなかったっていう人もね、一回なんかこうチェックしてみたらいいんじゃないかな。多分1万円ぐらいだと思うんですよこれで。それにこんだけいろいろ入ってるっていうのはすげえなと思って、ちょっと紹介したくなったんでねもう年末最後の動画とか言いながら、ちょっと撮ってみました。中にもねほんとねよくわかんないね音もね結構入ってて、例えばねなんかすごいのが入ってますよ。もうなんかもうこれ何ベースシンセこれじゃないな。なんかねすげえこれとかすごいですよね。
まあ反応めっちゃ遅いんですけど、なんか使えるか分かんないんですけど、おーってなりましたね。あとはもう、よく分かんない、あ PB オールドスクールとかある。なんだろう、PB オールドスクール、自分が作ったのかな。まあこういうのとかねあったりとか。じゃあ、そんな感じで、今日は、動画を撮ってみました。まあ持ってる方はねこのアコースティック、まあ、使ったことない方もいるかもしれないんで、アコースティックのシミュレーター、A フィルター、コンプ、マルチコンプ、あとサンズアンプのねシミュレーター、オクターバー、T チューブスクリーマー、ちょっと今日紹介したやつね、ぜひ使ってみてください。そんな感じで、これが年内最後の動画になると思うんで、まあ今年ね皆さんありがとうございました。来年も、頑張ろうかなと思います。なんか年末でねバタバタしてる時に限ってなんかいろんなやりたいことが思い浮かぶんですよね。なんかこうねいっぱい覚えなきゃいけない曲あるのになんかね全然違う曲練習したりとかね、そういうことになっちゃったりとかするんですけど、まあ、来年も楽しくベースを弾こうかなと思いますんで、じゃあ引き続き、よろしくお願いします。